はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミィです。音と波形と言葉で表現する MD ジャックチャンネル。今回のレビューは何？はい、今回のレビューは CVJ のぞみです。ゲーム、回覧性の夢のメインキャラクターを外観に 2TD プラス 1PD という構成のギャップが魅力のモデルというところでしょうか。この子、シャオシーのプレートって着せ替え人形みたいに遊べるんでしょ？そう、N52 ネオジム磁石で固定されてるんで交換できるの。CVJ さんの他のモデルでも採用されてるよ。アニメ調のプレートだけじゃなく、ロゴ入りのシルバープレートも選べるの。冷蔵庫にメモ貼るのにも使えたよ。そんなことしたの？ダメじゃない。でもプレートを外すと中にゴールデンインナープレートが隠れていてすごく高級感があるのよ。その金色の輝きは音響的な洗練を象徴する望みの核と言える部分だわ。筐体素材は CNC 切削のアルミニウム合金。不要な共鳴を抑え込む妥協のない設計だね。金属のひんやりした質感にはビルドクオリティの高さを感じます。耳に触れる部分は人間工学に基づいた曲線になっていますね。重たいのかなーって思ったけど、つけてみると案外軽くて、なんだか羽が生えたみたい。生えてるでしょ、ミミィちゃんには。あ、そうでした。フォーカスオンザサウンド、フォーゲットザウェア。つけていることを忘れるほどの快適さを目指したそうだよ。さて、気になる内部は 2TT プラス 1PD というちょっと珍しい構成になっています。10mm シルク振動板 DD と 6mm チタンコーティング DD、 そして広域を担う 1PD、 新しい平面駆動ドライバーのハイブリッドだよ。 1PD の PD ってプリン大好きの略なのかな？そりゃミミィちゃんはプリン大好きだろうけどさ。プレイナードライバー、平面駆動ドライバーのこと。BA とはまた違う歪みの少ない繊細な音が特徴よ。それにしてもミミィちゃん分かっててボケすぎよ。あはは、ごめん、お腹空いてるんでつい。メーカーさんはこれを異種混合の相乗効果と呼んでるね。それぞれの素材が最も得意な周波数で共鳴するように緻密に計算されてる。異種混合、なんだか難しいけど美味しい混ぜご飯みたいなものかな。具材がいっぱい入ってる方が高まる。あながち間違いじゃないかもね。シルクのしなやかな低域とチタンのキレ、そして平面駆動の透明感、この3つがどう調和するかがこののぞみの聞きどころです。さらに3種のアコースティックフィルターで音のバリエーションが楽しめる。ここは後で波形を見ながら触れることにしよう。のぞみは購入時に2種類のエディションから選ぶ形式で、バンドルケーブルの仕様がエディションごとに違うんだよね。パープルとシルバー、どちらを選ぶかでのぞみの印象も少し変わりそうですね。パープルは古川電工の銀メッキ銅で1芯200本の計800本構成。布巻きの外装で輝かしい広域と細部の解像度を引き出す設計。シルバーは同じく古川電工の高純度銅で計400本構成。こちらは PVC 被覆で温かみのあるミッドレンジと滑らかな音作り重視。どちらを選んでも 3.5mm と 4.4mm の交換式プラグが同梱されてるよ。それではサウンドチェックで音質をチェックしてみましょう。ボリューム上がります。はい、サウンドチェックでした。比較モデルに TRN シェル、KZ ディオニックを選んだんですね。BA を使用せず DD とプレイナードライバーを使用した構成だから、細かい点での違いはあるけどね。これ全部ジャックさんが一つずつ測ったものなんだよね。そりゃそうだよ。全部一人でやってるんだもの。
シルは望みより中高域は控えめだけど、4キロあたりを少し持っているので明るさを確保していて、さらに8キロ付近もよく出てる。収録音でもその違いは確認できたでしょ？はい。言葉にするより聞いてもらった方が早いですね。シルは使っている方も多いんじゃないかと思うけど、コスパの良さも人気の秘訣なんだろうね。一方、ティオニックはインプルーブドベースバージョンです。ベースバージョンだから50から 200Hz ぐらいまでが目立ってるね。そのティオニックも望みと比べると2キロ手前から控えめで、その上の中高域も控えめ。シェルと比べてもおとなしめでしたね。ただ10キロ過ぎに一山あって、ここの違いは感じられたよ。どのモデルを基準に見るかでその印象は大きく変化するけど、今回は2キロ4キロに山のある望みが基準だから、比較したモデルはここがおとなしめに聞こえたんだね。続いてイヤーチップの比較です。バンドルイヤーチップは1種類のため、手持ちのいくつかのイヤーチップも重ねてあります。左の5種が塊になっていて、この特性が主流に見えるね。ファイナル E は6キロあたりが大きく減衰していますし、瀬戸内イヤーフィットオリジンは6から7キロへの立ち上がりが一番早いですね。スピンフィット CP145 は左5種に似ていますが、9キロ過ぎの減衰に大きな差がありました。望みは中高域が明瞭だから、調整には案外ファイナル E なんかが合いそうだね。とはいえ、望みには音響フィルターチューブがあるからね。では、音響フィルターチューブについてです。実機の主張は、主にシルバーのチューブを使用しています。ブラックだと波形の通り、より中高域が鮮明になるんだ。約1デシベル音量が上がるんで、余計に明瞭になった感じ。ボーカルをもっとはっきり聞きたいとか、ゲームにはこの帯域が鮮明になった方が聞き取りやすいと思うので、ゲーム用にも合っていそうだね。でもシルバーのチューブでも十分明瞭なんだよ。ゲームで使うならブレックなのかな。でもジャックさんはゴールドが気になってるみたい。思ったよりゴールドの波形変化は少ないけど、聞けばその違いははっきりわかるよ。中高域が少し落ち着いた感じになる。シンバル系も少し引っ込んだ出方になって、自分にはこれが合ってると思ったわ。この辺りはみんなの好みがあるし、買ってからの調整のお楽しみといったところだよね。では、実機視聴の印象に行きましょう。まず、とても鳴らしやすいですね。意図的に CVJ リラで視聴してみたんですが、70段階あるリラのボリュームの20から25くらいで十分でした。鳴らしやすいのはいいよね。確かに、低域は波形で見るよりしっかり出るね。中高域の出方も関連して、低域の質感はぼやけることなく硬質に感じたよ。中低域に大きな特徴は感じないけど、大きく絞ることもなく、どんしゃりという感じもしなくて、再現性は高い。ボーカルは波形からもわかる通り、前面に出てきます。でも、視察音が気になるということはほとんどありませんでした。シンバル系は存在感はあるけど、うるさく感じることはなかったね。ブラックのチューブをつけた時だけ、ちょっとうるさく感じた程度だよ。空間とか定位はどうなのかな。どちらも満足できるレベルだね。2キロ以上の出方がはっきりしていて、見通しがいいからっていうこともあるね。音とは関係ないですが、キャラクターパネルやバッジがついていたり、非世界フェイスプレートがバンドルされていたりと、所有欲を満たしてくれるモデルですね。強いて言えば、イヤーチップが1種類なのがちょっと残念だけど、後で好きなの買えばいいし、音響フィルターチューブがついてる方がありがたいよね。そう思うよ。金属筐体で、バンドルケーブルもしっかりしているし、これで価格が1万円台前半なんだから、これからイヤホンを買う方は、望みから始めてもいいんじゃないかと思ったよ。あれこれ迷わずこれ買っとけば、迷っていろいろ買わずに済むんじゃないかな、と愛は思いました。いろいろ高額モデルも主張しているけど、望みはかなりコスパが良く、音質も好みだったんだ。今後、常用していこうと思ったよ。はい。ということで、CVJ のぞみのレビューでした。じゃあまた、次の動画で会おうね。バイバイ。